絶好ルールの噂を倒したあの日、トウカちゃんとネムちゃんが入院していたことが分かって、ようやくウイに近づけた気がした。だけど先週からずっと新しい手がかりは見つからない。トウカちゃんとネムちゃんがどこにいるのか、ウイがどうして消えちゃって、今は何をしているのか、本当に何も。それにしても本当にどうやって探そう。ウイのことは私以外誰も覚えてないし、病院に行っても住所は教えてくれない。3人とも入院してたから外に友達もいないだろうし。はずいぶんとでっかいため息だな。あ、桃子さん。よっ、ため息ばっかついてると幸せを逃しちゃうぞ。あー、そっか。いろはちゃんも収穫はなかったか。もっていうことは。まあ、私も同じってことさ。悪いね、役に立てなくて。そんな、探してくれるだけで嬉しいです。結果がついてきたら素直に喜べるんだけどな。レナの方はどうだった？どうって言われても、桃子と違って友達いないし、そんなに話なんて聞けないわよ。そっか、そうだよね。そうだよねって、友達いないのバカにしてる？違うよ。簡単にわからないよねって。それならいいけど、本当はレナだって見つけてあげたいし。レナちゃん。ちょっとそんな顔しないでよ。別にあんたのためとかじゃなくて、っていうかあんたのためなんだけど。もう楓はどうだったの？私もわからなかった。あ、でもね、すごい話を聞いたの。すごい話？それ本当？絶好ルールの噂を倒した後にね、いなくなってた子が帰ってきたんだって。ふーん。って、はあ？それっておかしくない？魔女に捕まったのに、そんな戻ってくるとか。八千代さん曰く、あれは噂ってやつなんだろ。魔女じゃないなら何があっても不思議じゃないさ。確かにそうかもしんないけど、どこで聞いたのよ、その話。近所の子供たちが話してて。それも噂ってわけ？でも何か新しい手がかりにならないかなって。ウイちゃんが噂に巻き込まれてたら帰ってきてたりとかあるのかもしれないし。ダメ？噂か。上浜市で起きている現実になる噂。それを解決すれば巻き込まれちゃった人も戻ってくる？そんなことってありえるのかな？ありえないようなこと。そういえばウイがこんなこと言ってたな。二人がいればこの世界って何でもできるってことだよね。ネムちゃんが書いたお話、今回も面白かった。そうだね、ウイ。ほっこりしちゃったよね。二人に喜んでもらう。これ、僕にとって至極の強越。面白い？私にはわかんにゃいな。そうかな。
だってありえないことばっか。非科学的だし現実的じゃないよ。それを基準に語ると膨大な作品が歴史から消える。非現実的なものであっても想像する余地があるからこそ、人はあまたの作品で喜びを得ることができる。そもそも非現実的なことを受容せずに否定するのは、未知への探求を営む科学者が言うセリフじゃない。そうかもだけど面白くないの。心入れ替えて等価が熟読すれば想像の価値が一変するはず。想像するだけの文学なんて人類の役に立たないようだ。人の想像や感覚に寄り添えない科学者が人の役に立てる？私は何もできないから難しいことはわからないけど、2人みたいな才能が揃うってとってもすごいことだと思う。当然。私すごいよね。想像する小説家のネムちゃんと想像を叶える科学者のトウカちゃん、なんか2人を見てるとね、この世界はたくさんの想像があって、その想像はいつも本当になってるんだって思う。それってあれだよね。2人がいればこの世界って何でもできるってことだよね。この世界は何でもできる。それなら噂だって本当に現実になってるのかも。その現実になった噂にウイが巻き込まれていても何もおかしくない。決めた。うわっ、びっくりした。決めたって何を？私これから噂を調べてみます。いろはちゃんが八千代さんみたいなことを。このまま同じように探しててもダメな気がして、それなら次は噂だって思ったんです。桃子さんたちは何か噂って知ってますか？おっと、私に聞いちゃう？悪いけど噂についてはそもそも信じてなかったからな。交差点で踊るおっさんの噂。いやでも場所まではちょっとわかんないんだよな。桃子ちゃん、それダンシングダディでしょ？あ、そうそれ。違うよ、それ噂じゃないよ。学校から届いてた不審者メールにあったやつだよ。えあ、そうだっけ？なんか逆に見てみたいって印象に残ってたのかも。もう危ないよ。楓ちゃんは何か噂って知ってる？私も特に。レナも知らないからね。そっか。どうやって噂を探そうかな。ただ待っててもいつになるかわからないし、やっぱり自分から聞きに行かなきゃダメだよね。